どうも、エトです。突然ですが、皆さんは FS7 のリメイク版で、オリジナル版から意図して改変された設定をご存知ですか？今回は FS7 をディープに知るシリーズの第2弾として、そういった細かい部分にフォーカスして見ていこうと思います。第1弾って何という方は、前回の動画のリンクを概要欄に貼っておくので、興味があれば視聴してみてください。ちなみに第1弾は、クラウドの頭痛に関する謎をオリジナル版とリメイク版を比較しながら解説・考察した内容となっています。今回もネタバレ全開で話すので、必要以上のネタバレを知りたくない方は、この先の視聴にご注意ください。このチャンネルでは今後も様々なゲームのストーリー解説などを行っていく予定です。よろしければチャンネル登録、高評価で応援してもらえると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。最初に語るのは、オリジナル版から意図して改変された設定についてです。まずは、オリジナル版の次のシーンをご覧ください。一番マコール爆破作戦を成功させたクラウドは、最終列車に飛び乗って帰路に着きます。その時、列車内のディスプレイを見ながら、ジェシーがミートガルの構造について説明してくれます。その中で最初に説明してくれるのが、都市部があるプレートは、地上から約50メートルの高さがあるという内容です。では、続いてリメイク版で同じシーンを見てみましょう。プレートは地上から300メートルの高さがあると説明しているのです。そう、ミートガルのプレートの高さの設定は意図して改変されているのです。ではなぜ、このようにプレートの高さは改変されたのでしょうか？その答えは実はオリジナル版の中にあります。次のシーンを見てみましょう。クラウドたちが誘拐されたエアリスを救出するために、死んだビルまでワイヤーを伝って上に登っていくシーンです。この時クラウドは、無理な話だ。何百メートルあると思っていると疑問を投げかけます。そう、ジェシーが説明したプレートの高さと矛盾しているのです。このように、オリジナル版の頃からプレートの高さの設定はブレており、統一されないまま発売されてしまったのです。この矛盾に気づけたプレイヤーは当時どれくらいいたでしょうか？この2つのシーンの間には、それ以上に気になるストーリーが展開されるため、そちらに気を取られてプレートの設定に気づかなかった、もしくは忘れていた人が大半でしょう。しかし、まだ疑問は残ります。それはどちらの設定が正しいのかということです。なんと、当時は公式でさえも判別がついていなかったのです。その証拠に、テンサーアニバーサリーアルティマニアでは、プレートの高さは50メートルと記載されています。しかし、リメイク版が制作されるにあたり、設定は見直され、正式にプレートの高さは300メートルとして設定されたのです。それにしても、50メートルならまだしも、300メートルの高さから落下して、無傷なクラウドって何者なのかという疑問が湧きますよね。それに、ニブル山の谷をつなぐ橋から落下して、ティファは大怪我を負ったのに対し、膝をすりむいただけで済んでもいますし、皆さんはこの件についてどう思いますか？よかったらコメント欄で意見を聞かせてください。公式の意図した改変は他にもあります。まずはオリジナル版のこちらのシーンをご覧ください。7番街の支柱に爆弾をセットした後に、誘拐したエアリスを連れてソンがヘリで登場するシーンです。この時、エアリスはマリンを無事に保護したことを伝えます。しかし、横から余計な口出しをするエアリスを見て、ソンは黙らせるために平手打ちをします。そう、ソンがエアリスに手を挙げているのです。では続いて、リメイク版で同じシーンを見てみましょう。リメイク版でもエアリスは同じようにマリンの無事を伝えますが、ソンは手を挙げることなく、エアリスのことを古代種として丁重に扱っている様子が描かれています。このようにリメイク版では、エアリスとソンの間には特別な絆があることがわかります。では、この絆はいつから生まれたのでしょうか？それは、ソンがエアリスを発見し、初めてエアリスの家を訪れた時に遡ります。
この日はエアリスの誕生日でした。シンダに戻ることを頑なに拒否するエアリスを見たソンは、約束の地を聞き出すためには自発的な協力が必要だと判断し、上司に掛け合い、手は出さないと約束します。その代わりにエアリスのことを常に監視することにしたのです。ここから二人の関係は始まります。スラム街はチンピラも多い治安の悪い街です。そこにはエアリスを狙おうとする輩もいました。しかし、エアリスの監視を続けていたソンは、そんな輩がエアリスに近づくことを未然に防いでいました。だからこそ、エアリスは一人でスラム街に出かけても安全に暮らせていたのです。そんなソンの陰ながらの活躍には、エアリスも当然気づいており、本来は敵対関係にあるはずの二人の間には、奇妙な絆が生まれたのです。そんなエピソードが FS7 エバークライシスで語られているのです。このエピソードに関しては、後ほど詳しく解説します。このように、絆のある二人ですから、オリジナル版でソンが取った平手打ちという行動は、二人の関係と矛盾すると考えたのでしょう。だから公式は矛盾を取り除くためにこのシーンを意図的に改変したのだと思います。ちなみに、エアリスとソンの絆が具体的に描かれたのは、クライシスコアです。ザックスが任務の前に教会にいるエアリスに挨拶をしようとするシーンで、ザックスを迎えに来たソンが、エアリスはいないと伝えるのです。そして、二人の関係を聞かれたソンは、複雑な関係だと答えます。それを聞いたザックスは、自分よりもエアリスのことを知っているソンに、焼き餅を焼いてしまうのです。また、リバースでは、古代種の神殿で重傷を負ったソンを、エアリスが心配するシーンも描かれており、こちらも二人の特別な絆がわかる場面となっています。エアリスはこの時、ソンの手に触れ、エアリスの言うことをすぐに信じること、時々優しかったことを伝えるのです。このような二人の関係を思えば、オリジナル版でソンが取った行動が、今となっては不適切だったということは理解できると思います。いかがでしょうか？一つ目は公式の設定のブレによる改変。二つ目はキャラクター間の関係に説得力を持たせるための改変と、それぞれに改変する意味が異なっています。このように FF7 では、オリジナル版と比較することで気づく発見がたくさんあります。こういった内容を比較しやすいようにまとめてあるオリジナル版のストーリー解説の動画を以前に投稿しています。概要欄にリンクを貼ってあるので、まだ説明していない他の違いも気になったという方は、一度じっくり視聴してみることをお勧めします。では続いて、テーマを変えて、オリジナル版で知る人ぞ知る豆知識を見てみましょう。まずは、クラウドの出身地についてです。クラウドの出身地といえばニブルヘイムですが、オリジナル版でそのことが判明するのは、ミッドガル脱出後にカームでニブルヘイム事件のことをクラウドが語るときです。しかし、実はミッドガルにいる間にそのことにクラウドが言及する場面があるのです。それはジョニーの家を訪れ、ジョニーの父親と会話をしたときです。ジョニーの父親と3回話すと、3回目にクラウドに故郷のことを尋ねてきます。この時の選択肢で、クラウドがニブルヘイムの出身であることが判明するのです。さらにその選択肢を選ぶと、ジョニーの父親はニブルヘイムといえば何年か前にニュースになったことがあったと語ります。そして最初の大規模な魔法の事故で話題になったと、ニブルヘイム事件の客観的な当時の感想を語るのです。これはしっかりと町や村にいる NPC と話す人でなければなかなか気づけない事実です。こういった部分も FS7 の奥深い部分と言えるでしょう。次はエアリスの人を見る目についてです。リメイク版ではエアリスと初めて会った時に必ず花をもらうことになりますが、この時エアリスは値段は相手見て決めるのと話し、クラウドにタダで花をプレゼントしてくれます。この発言、実はオリジナル版で体現しているのです。オリジナル版では花を買う選択をした場合にのみ、クラウドに1ギルで売ってくれます。
その後、エアリスとウォールマーケットを訪れた時に、クラウドがミツバチの館から出てくると、館の前にいた男たちに囲まれているエアリスを発見することになります。この時、エアリスは周りを囲んでいる男たちに花を売っているのですが、相手によってその値段を変えているのです。呼び込みの男には500ギル、ゴロつきには300ギル、ジョニーにはクラウドと同じ1ギルでそれぞれ花を売っています。お金を持っていそうな呼び込みには一番高額な500ギル、これくらいなら絞り取れると思ったゴロつきには300ギル、旅に出たばかりのお金のないジョニーには1ギルと、ちゃんと相手を見て値段を決めています。このように、オリジナル版にはエアリスが人を見る目があることがわかるシーンがあり、リメイク版のセリフにつながっているのです。オリジナル版を知っていることで理解できる伏線があるのも面白い点だと思います。いかがだったでしょうか？今回は少し趣向を変えて、公式の意図した改変や知る人ぞ知る豆知識について解説してみました。今回の内容が面白かったと思う方は、高評価と SNS での共有を、今後も FS7 をさらに深く知りたいという方は、チャンネル登録とベルの通知をオンにしてお待ちください。それでは、ここまで視聴してくれた方のために、FS7 エバークライシスで新規に描かれたエアリスとツォンの絆のエピソードを紹介して終わりにしたいと思います。今日は孤児院5番街ハウスのピクニックの日です。エアリスは引率としてお手伝いに行く予定で、エアリス自身も子供の頃から憧れていたピクニックに行く夢を叶えようとしていました。育ての母親であるエルミナにみんなのお弁当を作ってもらったエアリスは孤児院へと急ぎます。生みの母親であるイファルナとシンナの研究所にいた頃、エアリスは絵本で読んだピクニックにずっと憧れていました。そんなある日、過酷な実験の影響で日に日に衰弱していたイファルナは冒険をしないかとエアリスに語りかけ、隙をついて二人で研究所を脱出し、5番街スラムへとやってきたのです。その後はエルミナの養子になって日々を過ごしますが、その間にも色々あったためにピクニックに行く余裕はありませんでした。孤児院に到着したエアリスは引率する子供が一人いないことに気がつきます。そこに先生が慌てた様子でやってきて、ピクニックの中止とヘンリーが見当たらないことを告げます。エアリスはヘンリーを探す協力を申し出ると、そのまま一人で町へと探しに向かいます。その時、エアリスの脳裏に嫌な思いがよぎります。それは楽しみにしていたことがいつも中止になるということでした。エアリスの誕生日のことです。エルミナは誕生日を祝うために二人で出かける準備をして、安全のためにボディーガードを依頼していました。ドアがノックされるのを聞いたエアリスは、自分が出ると言って玄関のドアへと向かいます。しかしそこにいたのはシンナの人間であるツォンだったのです。こうしてせっかくの二人でのお出かけも中止になってしまったのでした。エアリスは町外れでモンスターに襲われそうなヘンリーを発見します。そして勝ち目もないモンスターの前に立ってヘンリーを逃がします。モンスターに襲われると思ったその時、一発の銃声とともにモンスターは消えていました。こうして無事にヘンリーを保護し、孤児院に戻ろうとしますが、ヘンリーの気まずそうな雰囲気を見て、エアリスは寄り道をしようと提案するのでした。エアリスが事情を尋ねると、ヘンリーは母親とピクニックに行く約束をしていたからだと答えます。しかし、母親はヘンリーの前から消え、いなくなっていました。そんな母親を探していたのです。自分が強ければもっと遠くまで母親を探しに行けるのにと語るヘンリーを見て、エアリスは昔の自分のことを思い出します。ソンがやってきたあの日、自分がもっと強ければお出かけもできたはずだ、そう考えていたのです。エアリスはソンが去った後もシンナに連れ戻されるのではないかと不安な気持ちでいっぱいになっていました。そんなエアリスを見て、イファルナの魂がエアリスの前に姿を見せます。イファルナはまだ起きていないことを怖がる必要はないと話し、
怖いに負けないくらい強くなりなさいと伝えます。そして、いつもそばにいるから、星を信じて心のままに行動しなさい。エアリスを応援してくれる人は、ライフストリームにも周りにもたくさんいるからと。それを聞いたエアリスは、エルミナにここで暮らしたいと自分の気持ちを伝えます。そして現在、勝手な行動をして迷惑をかけたと反省するヘンリーに、どうしたいのかと率直な気持ちを尋ねるのでした。ヘンリーは謝ることを心に決めて孤児院へと戻ります。しかし、直前で体裁を気にしてやめてしまいます。エアリスはそれでいいのかと尋ね、それが本心なら止めないと伝えます。それを聞いたヘンリーは頑張って一歩を踏み出し、みんなの元へと向かうのでした。そんなヘンリーの背中にエールを送りながら、エアリス自身も心に従って、一歩を踏み出す勇気をヘンリーからもらいます。そう、一番怖いことは怒られたり嫌われたりすることじゃない。自分の心に嘘をつくことだと。こうしてエアリスはピクニックに行く夢を叶えようと一人で行動します。その後ろには、あの日以来、常にエアリスの監視を続けるソンの姿がありました。スラム街で一人で行動するエアリスの近くには、常に危険が潜んでいました。その一つがスラム街のチンピラたちです。しかし、そういった輩による危険は、ソンによって未然に防がれていたのです。見晴らしのいい空き地まで一人でやってきたエアリスは、そこでピクニックをします。こうして思い描いたものとは少し違いますが、エアリスはようやく夢を叶えます。しかし、そこにチンピラが現れ、ピクニックの邪魔をしますが、チンピラの足元を放たれた銃弾によって、すぐにその場から逃げ出します。エアリスは誰が撃ったのかを分かっている様子で、あなたの分もあるわよと話すと、裏から出てきたゾンに、作ったお弁当の一つを渡します。そして、シンナは大嫌い。シンナに協力も絶対にしないと伝えた上で、ヘンリーと自分のことを守ってくれたことに感謝を伝えるのでした。こうしてエアリスとゾンの間には特別な絆が生まれたのです。このエピソードを見れば、ゾンがエアリスに平手打ちをするはずがないというのがよくわかると思います。だからこそ、このエピソードをエバークライシスで新規に描きたかったのかもしれません。ちなみに、エアリスの幼少期の話は、小説Traces of Two Pasts で詳しく語られていますので、気になる方は一読することをお勧めします。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。